皆さんこんにちは、ひよりです。日本語ひよりでは日常の意味のあること、ないことを親しみやすい日本語で話します。文字起こしのテキストは概要欄からチェックしてください。さあ皆さん、今日もお元気ですか？私は元気です。はい、ある生徒さんがですね、先日YouTube にアップロードした桜のビデオ見ましたよ。すっごく綺麗でしたね。ありがとうございますって嬉しい言葉を言ってくれまして、嬉しいですね。はい。YouTube でこのビデオを見てくれた方々、本当にありがとうございます。日本語のリスニング練習にもなると思うので、まだ見てない方、YouTube で日本語ひよりと調べてチェックしてみてください。はい。今日はですね、日本語の表現についてお話しします。それがですね、先日私の親戚が亡くなりまして、そのお葬式に行ってきました。そのお話をある生徒さんにしたところ、その生徒さんが、ひよりさん、ごめんなさいって言ってくれたんですね。で、私は、ごめんなさい？なんか悪いことしてないのになんで？と思ったんですけど、これ、ある英語の表現がありますね。はい、悲しいニュースを聞いたとき、英語では、なんて返事しますか？I'm sorry to hear that っていう人が多いんじゃないですかね。はい。ただ、日本語では、ごめんなさい、申し訳ございませんというような表現は使いません。悪いことしてないからね。はい。なんですけど、いろんな表現があります。で、直訳できる、もうぴったり意味が同じっていう日本語のフレーズがないんじゃないかなと思います。いろんな表現を使うので、今日は3つのシチュエーションに分けてご紹介します。まず1つ目が、さっきのシチュエーションですね。誰かが亡くなってしまったとか、ペットが亡くなってしまったとか、そういった悲しいニュースを聞いた時の返事。それが、それは大変でしたね。ご冥福をお祈りします。寂しくなりますね。大丈夫ですか？こんな返事をするかなと思います。例えばね、私数年前におばあちゃんが亡くなってしまったんですけど、そのシチュエーションで言うと、私先日おばあちゃんが亡くなったんですよ。そうなんですね。大変でしたね。ご冥福をお祈りします。というような返事ができるかと思います。これは一例なのでいろんな、フレーズを組み合わせても大丈夫です。さっきのご冥福をお祈りしますっていうのは、これは本当に誰かが亡くなった時だけ使える表現なんですけど、この表現の意味は、亡くなった方が、亡くなった世界でも幸せに入れますようにお祈りしてますっていう気持ちが込められています。はい。なので、誰かが亡くなってしまったっていう状況だけで使ってくださいね。はい。とか、ペットが亡くなっちゃったとかね。何年も一緒にいた猫ちゃんが亡くなっちゃったんですって聞いたら、そうだったんですか？大変ですね。寂しくなりますね。大丈夫ですか？ってね、声をかけてあげるといいと思います。はい。二つ目のシチュエーション。風邪をひいたり、怪我をしてしまった時ですね。はい。最近だったら、コロナまだ流行ってますよね。今暖かくなったからインフルエンザは効かないけど、冬とかね、体調を崩す人が多いんじゃないかと思います。はい。いや、先週インフルエンザで大変だったんですよっていう話を聞いたとします。そしたら、返事としていいのは、大変でしたね。今はもう大丈夫ですか？元気になりましたか？とかね。怪我をしてしまった。例えばなんだろうね。ちょっと階段から落ちちゃって、足を骨折しちゃったんですよね。
って聞いたら、大丈夫ですか？無理しないでくださいね。しっかり休んで、はい、早く治してくださいね。っていうように返事をするかなと思います。大変だねとか、無理しないでねとか、あとは、あれですね、お大事にしてくださいねっていう表現もありますね。はい。そして最後3つ目のシチュエーションが、いろんな場面で言えることなんですけど、気持ち的になんか落ち込んでるとか辛いなっていう状況、例えば仕事でなんか失敗しちゃった、学校のテストが悪かったとか、友達と喧嘩したとか、彼氏彼女と別れたとか、はい。こういう、主には人との関係とか、そういった時に起こる辛い状況ですね。そういった時には、似てるんですけど、大変でしたね。とか、辛かったですね。大丈夫ですか？って声をかけてあげるといいかなと思います。例えば、仕事のシチュエーションで、仕事で大きいプレゼンがあったんだけど、ちょっと失敗しちゃってうまくいかなかったんだよね。っていう話を聞いたら、そうだったんだ、大変だったね。でも次はきっと大丈夫だよ、大丈夫大丈夫ってね、励ましてあげるとか、あとはそうね、先週付き合ってた彼女と別れちゃったんだよね。っていう話を聞いたら、本当に辛かったね、大丈夫？なんか話聞こうか、何があったの？っていうね、返事もできると思います。はい。こんな感じですかね。なんかね、似てる表現多かったと思います。大変でしたねとか、大丈夫ですかとか。ポイントとしては、その辛い状況に陥ってる人に、その気持ちわかるよ、大変だよね。なんか話聞こうかって寄り添ってあげる気持ちを表現するといいと思います。あなたの気持ちわかるよっていうね、共感するっていうことが、大事ですね。これは日本の文化でもありますかね。相手の気持ちをしっかり理解する、寄り添う、察する。はい。そういったのが重要になってきます。はい。さっきも言いましたが、このフレーズを言えば間違いないっていうのはなくって、その状況に合わせて、しっかり相手に寄り添って、いろんな表現を組み合わせて、はい、気持ちを表すっていうのが大事になってきます。はい。なかなかね、ネガティブなトピック、悲しいトピック話すことはなかなかないかもしれないんですけど、ね、皆さん生きてていいことばっかりじゃないですよね。悲しいこと、辛いこといっぱいあると思います。一緒に話す日本人にもそんな状況があると思うので、こういった話を相手から聞いたら、ぜひ今日学んだフレーズを使って、はい、いいお返事をしてあげてくださいね。はい。では、今日も聞いてくれてありがとうございました。皆さんにとって日本語日和になりますように。またねー。